ねえ、ちょっとママ、歯が痛いんだけどさ、見てくれない？何？どこ？ちょっと開けてみて。確かにちょっと黒いかもね。歯医者に行って治療しなきゃいけないかも。やっぱり、ちなみにさ、ママって歯科衛生士じゃん、で、昔からこうママの仕事の話とかをね、こう聞いてて、歯科衛生士がちょっとなんか興味あるんだけど、実際どうなの？歯科衛生士って。それはね、楽しいし、やりがいがあるし、いろんな進路から目指せるし、ひまちゃんに知ってほしいなって思ってたんだ。思ってたの？実はね。待って。それって将来とか進路に悩んでる人もめっちゃ知りたくない？医療系って難しそうとか、勉強ガチ勢しか無理って思ってたけど、実は選択肢いろいろある説？そうなんだ。ちょっとさ、歯科医院に行ってさ、お話聞いてみたいな。ってことで、行っちゃいますか！レッツゴー！はい、というわけで来ちゃいました。行動が早いですね。というわけで、実際にですね、この歯科医院で働かれているプロの方たちに、今回はたくさんお話を聞いちゃいたいと思います。でね、ママにも聞いたんですけど、歯科医院にはいろんな専門スタッフの方がいるみたいなので、ちょっと今回は特別にですね、それぞれの方にお話をね、聞いてみたいと思います。楽しみですね。はい、というわけでまずは歯科医師の里川先生にお話を聞かせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。歯科医師さんっていうのはどういったお仕事をされるんですか？歯科医師という職業はですね、はい、歯、それから口の中の健康を守る職業です。虫歯や、それから歯茎の病気を治したりだとか、歯をきれいに保つためのアドバイスをしたりします。なるほど、アドバイスとかもいただけるっていうことなんですね。はい。ということは歯だけじゃなくて毎日の生活と健康を支えられてるお仕事っていうことでもあるんですね。そうですね。はい。歯、口の中というものは食べること、それから話すこと、笑うことに関係しています。はい。毎日の生活にとても大切な役割があります。はい。歯が痛いと食事ができなかったり、それこそ学生さんなので、はい、勉強に集中できなかったりそうですね。すると思うんですけど、はい、歯科医師はそんな困りごとを解決して、子供からお年寄りまで多くの人の健康を支える仕事です。本当にもうこの世界に絶対にいなきゃいけない存在ですね。そうですね。先生方は。で、それだけじゃなくて、はい、で実際に虫歯だとか、それから歯周病を予防することで、はい、病気を早く防いで、みんなが元気に長く生活できる社会づくりに貢献しているような職業だと思います。すごい、本当になんか染みました。今言ってくださってありがたみを今感じましたし、すごいなんだろうな、私たちも歯医者さんに行かないとなっていう今ちょっと大切さを学びましたね。ちなみに歯科医師の皆さんって結構医院の中で診療されてることが多いんですか？そうですね。基本的にはそういった時間がかなり多いかなと思いますが、クリニックによっては在宅訪問ですね。訪問診療と呼ばれるような、取り組みをされている医院さんとかもございまして。なるほど。はい、じゃあ結構幅は広いというか。そうですね。実際に、ご高齢の方だったり、それから、障害がある方ですね。そういったご自宅に伺ったりして、実際に治療、それから口腔ケアを行っているような歯科医療従事者もいらっしゃいます。なるほど。先生、これ実際に、これって何ですか？これは矯正のデザイン画像、デザインデータなんですけれども、すごい。実際はお口の中の状態っていうのはこういう状態でお口の中は見えてると思うんですけれども、歯の方はしっかり骨の中に植えていかないといけないので、並べた歯が骨から出ないかどうかっていうのも確認しながら歯を設計していくんですね。こんなに見えない部分まで見えるんですね。そうですね。へえ。
で、これをまた歯を掴んで、実際に自分で動かしたりもすることができるんですね。すごい、ちょっとなんか楽しそうとか思っちゃいます。こんな動かせるんですね。こういうのを使いながら、安全に歯を並べていくっていうことを設計したりしています。なるほど。こういうものがないときは、実は、歯並べた後に、こういうところが、骨から歯がちょっと出てしまってるとか、実際は一層骨あったりするんですけど、そういうのが実際はわからないまま、矯正を進めていたりしたようなことも、こういうものを使うことによって、最終的な設計でちゃんと骨の中に植わってるっていうことを確認しながら治療が進められるので、すごく安全で、治療を進められていくっていう感じですね。大事なんですね、本当に。これは結構最近というかもうずっとなんですか？ここ2、3年ぐらいかなと思います。より最近になってもうさらに使われてる感じなんですね。そうです。ありがとうございます。歯科医師さんっていうのはどんな働き方だったりとかキャリアが選択できるんですか？歯科医師は基本的には大体町のクリニックなどの開業医で働いている先生が、大多数かなとは思います。私は実際に、大学病院とかにも勤めたことがございますし、総合病院、大学病院などの病院歯科ですかね。病院歯科で勤めているような先生もいらっしゃいます。そういった施設で勤務している先生に関しては、臨床、それから研究、それから学生さんの指導、教育ですね。そういったことも行っていたり、そういった歯科医師もたくさんいらっしゃいます。なるほど。じゃあ働き方は結構いろいろ働き方があるっていうことなんですかね。そうですね。ちなみに多分これを見て歯科医師さんになりたいなとか興味を持たれた方も多いと思うんですけど、どうしたら歯科医師さんになれるんですか？歯科医師になるには、大学ですね、歯学部に6年間通う必要性があります。で、その後、研修医といって、最低1年間以上、臨床施設というところで、研修を行って、主に大学病院だとか、あとは認められている、クリニックですかね、といったところでお仕事をされて、1年間学んで、研修医を修了した後に、歯科医師として働くというのが一般的になります。じゃあ結構本当にこの過程はどうですか？大変でした？大変というよりもやっぱり楽しいっていうのが一番かなとは思います。そうなんですね。やっぱりやりがいも感じられますか？そうですね。それがなんでしょう、頑張れる源になったんですかね。人の役に立ちながら、自分もどんどん成長していく、そういったことを感じられるような職業なので、とてもやりがいがある仕事だと思います。私このお話聞いてて、すごい本当に興味が湧いてきたんですけど、歯科医師さんって最近だともう私みたいな女性とかも多かったりするんですか？とても多い職業だと思います。そうなんですね。実際には私が所属してた歯学部、同学年、半数が女性でした。そうなんです。そんなに多いんですね。なので、女性もとても働きやすい職場だと思います。なるほど。ことはこれを見てるね、女子高校生の皆さんももしかしたら気になった方は見てみるのもありかもしれないですよね。そうですね。すごく貴重なお話をありがとうございました。じゃあ実際に歯科衛生士さんってどういうお仕事をされるんですか？歯科衛生士は、虫歯や歯周病を予防を中心にサポートする仕事になります。なるほど。患者さんとお話しされたりとかも結構重要視されてるんですか？そうですね。基本的にやっぱ患者さんとのコミュニケーションがすごく大切になってくる仕事かなって感じてます。じゃあやっぱり普段からのお話だったりとかは結構気にされることも多いですか？そうですね。やっぱり何かご病気されてたりとか、やっぱ生活が今大変、お仕事が大変だったりとか、そういうのをやっぱ汲み取って、患者さんへ、ご指導というか、歯磨きの仕方だったり、お伝えしてることが多いです。なるほど。じゃあもう環境とかによっても歯ってやっぱり変わってくるっていうか。そうですね。やっぱ学生さんだと、やっぱスポーツしてたりとかすると、スポーツドリンクとか、やっぱ虫歯の原因になりやすかったりとか、やっぱそういうのがやっぱ生活背景で、お口の中にも影響してくるかなとは思ってます。
なのでじゃあ私たちもこうお話しすることによって、あ、ここに虫歯のポイントがあったかもって気づけることもできるっていうことですよね。そうですね。そういうのを見つけてお伝えする仕事でもあるかなと思ってます。やっぱりじゃあこう歯医者さんに行って歯科衛生士さんと私たちもお話しすることって大事なんですね。私はすごくそれは大切かなと思ってます。なるほど。患者さんのお口の中とかって見えにくかったりとか、もう説明しにくいみたいなことって多分あると思うんですけど、それってどうやってこう説明されてるんですか？そういう時に使うのが、例えば口腔内スキャナーというものがあります。口腔内スキャナー。これって実際に見せてもらうことってできたりしますか？はい、大丈夫です。お願いします。歯科医師がスキャンした画像を使って患者さんの歯の状態を一緒に確認しています。これが口腔内スキャナーって言うんですね。はい、そうです。じゃあ私聞いてもいいですか？はい、どうぞ。これって全部同じ方の画像なんですか？そうです。同じ人の画像で、はい上顎の、上の歯、下の歯。で、正面ですね。左、右になる。じゃあ、なんか模型とかなくても、もうここで見るだけで全部わかるっていうことですか？そうです。すごい！私自分の口の中こんなに見たことないですね。それこそこうピンクの型のやつでやったことはあるんですけど、やっぱこう見えるとちょっと安心もしますね。はい。ってことは虫歯とかできた時とかもこれで見れるってことですか？見えるは見えるんですけれども、基本的にやっぱ歯科医師の目で見て、レントゲン取ってっていうところで診断をしてもらうことが多いです。面白いですね。じゃあもう最近ではこうやって見れるようになってるってことですもんね。ちょっとこれもう私やってもらいたいです。ちょっとぜひ今度やってください。ぜひぜひ。見てみたい。すごい、ありがとうございます。この歯科衛生士さんってどういう方が向いてるっていうのはあるんですか？人と話すことが好きな方や、はい。人の気持ちに寄り添える、不安に寄り添える方が活躍できるかなと思います。ああ、なるほど。結構確かに歯科衛生士さんとこうお話ししてる時ってすごいなんか皆さん優しいですし、話しやすいなっていう雰囲気はありますね。実際に話しやすいです。あ、本当ですか？はい、ありがとうございます。私のお母さんも歯科衛生士さんなんですけど、なんかお母さんは専門学校に通って資格を取ったみたいなんですけど、今はどういうこう歯科衛生士さんになるための道っていうのがあるんですか？専門学校に3年、はいもしくは短期大学や大学に通い、国家試験を受けて合格すると歯科衛生士になります。じゃあ今だったら結構大学からこう行かれる方、なられる方とかも多いっていうことですか？そうですね。はい。なるほど。じゃあ学部があるっていうことなんですそういう学部があったりとか、か？へー。大学を出て歯科衛生士の専門学校に入る方も私の同級生になったりとかするので、そうなんですね。じゃあ急になりたいって思ったらそこから専門学校行かれたりとかもできるっていうこと大丈夫ですかね？かなと思います。おー。じゃあもしかしたらこの動画を見て、なりたいって思った方は今から専門学校に行かれるってこともありなんですかね？はい、大丈夫だと思います。おー。ちょっとなんか道が広がりますね。歯科衛生士さんの働きやすさとかって実際にどうですか？そうですね。勤務時間が選べたり、女性の方だと結婚、あと出産後にも復職しやすいようになってると思います。じゃあ結構自由度は高いというか、そうですね。将来のことを考えるとこう安心もするんですかね？はい、女性だとやっぱライフステージが変わりますので、はいそれにとって働き方も変えていくことができると思います。確かに私のお母さんもこう私を出産した後も働いてたりとかもするので、そう考えると自由度が意外と高いのかもしれないですね。そうですね。資格を持っててよかったなみたいなことがあるんですか？もうそれこそそこが大きくて、私のお母さんも歯科衛生士で、そうなんですか？はい、それははい。憧れて歯科衛生士になってますので、やっぱ私を産んだ後も復職しやすいかなと思って、そういうのを見てるので、はい、なるほど。やっぱり資格持ってると長く働ける、あと職場にも困らないかなとは思いますので、私たちこう若い世代とかもやっぱ将来のこと考えると不安な時もあるじゃないですか。なのでそういう時にやっぱ資格って心強い味方にもなりますもんね。そうですね。本当に参考になるお話たくさんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、というわけで私自身、歯科技工士っていうお仕事が知らなかったんですけど、実際にどういうお仕事をされてるのか聞いてもいいですか？そうですね。我々は、歯科医院様から模型をいただいて、
入れ歯やかぶせ物、あと差し歯などを患者さん一人一人に合ったものをオーダーメイドで制作させていただいてるっていうお仕事になります。ってことは、私が例えばこう虫歯とかになっちゃった時とかも、歯を実際に作ってくださってるっていうことですか？そうです。すごい。非常に緻密な作業なので、ものづくりが好きな人には向いてるお仕事でありますね。やっぱり歯科技工士という存在そのものをやっぱり知らない人が結構いらっしゃるので、はい。やりがいは非常に感じられると思います。いや、すごく重要な、だって歯を作っていただくっていうことはすごく重要なお仕事ですよね。そうですね。最近はデジタルで、はい。やれる作業が多くなってきたので、はい。パソコン上で歯のデザインをして、それを3D プリンターとか、カムキ、要は削り出しの機械とかで削って、形を作るっていう作業が、メインになってきてます。すごい、そうやって作っていただいてるんですね、私たちの歯。私ずっと入れ歯の方の制作を30年近くやってるんですけれども、今まではこういったワックスに歯を一本一本並べて、作ってたんですけれども、確かにこれはよく見ますね。で、それを今はパソコン上でこの配列を作ってしまうことができるんですね。すごい。っていうことはなんかこう絵を描くみたいなことですか？非常にそれに近いと思います。へー、すごい。なるほど。じゃあ、噛み合わせとかも。そうですね。パソコン上で自由に設定ができるので。すごい。やっぱこう働きやすくなったなみたいなことがあるんですか？そうですね。あと場所をやっぱ選ばなくなってきたので、在宅でパソコン1台あれば、自宅でも作業ができるような。なんかすごくこう歯科技工士さんって聞くと、なんかちょっと研究室みたいなところで作られてるのかなっていう印象だったんですけど。今まではやっぱそうでしたけれども、今我々の会社でもちろん今出勤されて、パソコン作業するんですけれども、やっぱりいろんな働き方のスタイルがデジタル化が進むことによって選択肢が非常に増えてきたと思います。新しいですね。歯科技工士さんもこう在宅ワークができるようになってるんですよね。夢のあるお話だと思います。そうですね。なんか信じられないですもん。ちなみに歯科技工士さんっていうのはどういう働き方をされてるんですか？主に歯科医院さんで、技工室があって、その歯科医院さんの中で働く方もいらっしゃいますし、私どもは歯科技工所として、一つの会社として、そういった歯科技工所で働く方もいらっしゃいますし、デジタルが進んできたおかげで、その在宅で、仕事ができるようにもなってます。なるほど。とっても勉強になりました。ちなみに、その歯科技工士さんになりたい場合ってどうしたらなれるんですか？それはうちの新人の者がお答えいたします。ありがとうございます。お願いいたします。お願いします。失礼します。改めましてよろしくお願いします。お願いいたします。歯科技工士さんっていうのはどうやったらなれるんですか？歯科技講師になれるための専門学校がございまして、こちらの方に通っていただきまして、国家資格になりますので、そちらの方を取得していただきますと、歯科技講師になれます。すごい。結構こうスラーっと言われましたけど、おっしゃいましたけど、結構大変ですか、やっぱり？そうですね。最初、私高校を卒業してから、歯科技講師になろうと思って、そちらの専門学校に入ったんですけれども、何も、前の知識がない状態で入ったんですけれども、でね、最初から歯の形とか部位などを、最初に基本から学んでいって、最後に作り方などを、していく段階に入りますので、全然前知識なくても、できます。ちなみにそれ何年間なんですか？学校によってもちょっと違うんですけれども、だいたい3年のところが多かったりしますね。なるほど。じゃあそこでこう知識をゼロから身につけていくっていうことなんですね。そうですね。そしたら憧れの歯科技工士さんになれるということで。でもやりがいのあるお仕事ですので、もし興味がある方いらっしゃいましたら、ぜひ。でも絶対興味出た方多いと思います。私自身もこう、やっぱ何も知らなかったので、こうお話聞いて、すごいこう大事なお仕事をされているなって思いましたし、ちょっと興味が出てきました。よかったです。ありがとうございます。じゃあ興味が出た方はぜひ皆さん、専門学校とか調べてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけ
けで今回は歯科のプロの皆さんにお話を聞かせていただきました。みんな将来の進路って正直めちゃめちゃ悩みますよね。今日の動画を通して見てくださった皆さんが歯科のお仕事ってなんかいいなって思ってくださるととっても嬉しいです。もちろん今回お話を聞いてやっぱりなるのもね、お仕事をするのも大変だとは思ったんですけど、ママにもね聞いた通り、やっぱり人のためにもなるし、楽しそうだし、一生できそうだし、みんなもぜひ考えてみるのもいいと思います。なんか私もすごく今回のこの動画を通して興味を持ちましたし、すごく歯科のお仕事って大変なこともあるけど、すごくやりがいのあるお仕事なんだなっていうのを実感しました。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。ぜひ気になった方はたくさんもっともっと調べてみてくださいね。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。すごいお仕事ですね。